皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。ウクライナ軍によるロシア本国領への越境攻撃は現在もなお継続中です。ロシア国防省は事態はコントロールできていると発表していますが、しかしウクライナ軍はクルスク州に陣地を構築し始めており、ある程度の期間、クルスク州における防衛戦を行おうとしています。今回はクルスク州の戦い、その周りの話についての解説をしていきましょう。まずは戦況マップを元にした情勢解説から。戦争研究所の発表している地図がこちら。水色で塗られている部分がウクライナ軍が占領しているロシア本国領です。前日との違いはウクライナ軍が北方へと占領地域を広げていることです。前日の報告においては、この北に伸びている部分については証拠不足だとして、一旦は取り消されていた部分です。しかし改めて、ウクライナ軍の展開が衛星写真などから確認されたため、この北側へと伸びている部分について水色の部分が付け足されています。現在、クルスク州に入っているウクライナ軍の総数は5つの旅団1万人を超えているとされています。そして、初期の頃には急いで前進をしていたのですが、現在のところは慎重に前進し、むしろ守りやすい場所に陣地を構築することに力を注いでいるようです。ウクライナ軍がクルスク州に越境攻撃してきたという話をプーチン大統領に報告したゲラシモフ参謀総長は、初期においてはこれは完全にコントロールできる事態であるとしてかなり過小評価していました。しかし当初は1000人程度しか国境を越えていないとされていた話も現在では1万人以上がクルスク州に入っているとみられ、ウクライナ軍を撃退することが現在のロシア軍にはできていません。このような状況に対してプーチン大統領は奇妙な発言を行っています。これは対テロ戦争の一環としてウクライナ軍を撃退せよと命じているのです。現在でもなおプーチン大統領はこれは戦争だという話はせず、あくまでも特別軍事作戦だという話をし続けています。戦争というキーワードを使うことによって、ロシア国内における様々な戦争関連の法律が発動されるわけですから、軍事的には戦争だと宣言した方がよほどスッキリすることでしょう。しかし、国内的には戦争だという話をすることによって、プーチン大統領に対する否定的な意見が出るのを彼は嫌がっているのかもしれません。しかし、今回のクルスク州に対する進撃によって、そのような心配は現実になるかもしれません。それがロシア国民の避難民の増加です。自分の住んでいる町が戦場になるわけですから、そのまま住み続けるといったわけにはいきません。クルスク州においては現在のところ7万6千人が家を離れ避難民になったと言われています。これらの人たち、親類縁者がいる人たちであれば身を寄せることになるでしょうが、みんながみんなそういうこともできないはずです。ですからそれらの人たちをある程度行政が面倒を見なければなりません。現在のロシアの地方政府においてはそのような余裕はないでしょう。何しろ国家予算の3割が軍事予算として消耗されている状態なので、地方政府に割り当てられているお金は削減されまくっています。道路の補修費用やダムのような維持点検が欠かせないような重要施設についても予算が削減されており、今回のような大規模な避難民が発生する事態に対処するための予算などどこにもないでしょう。もちろんそのようなお金不足といったものがあるのであればどんどんとお金を積めばいいわけですが、中央政府がそのお金を用意するかはちょっと怪しいところがあります。こうした避難している人たちに対する見舞い金なようなものとして、ロシア政府が支給したお金は日本円で1万円程度だったそうです。当然このような1万円程度では避難生活を送るには不十分ですから、今後の住む場所はどうするんだ、食べ物は、水は、そうした様々な問題の対処が行政に求められ解決できないところに不満がたまり、政府批判へとつながってくる可能性があるのです。さらには戦闘が長引けば、これらの人たちがもともと住んでいた町は戦闘の影響で家屋が破壊される、そうした光景が様々広がることでしょう。ですから帰るところがなくなる可能性も高いわけです。行政に対する負担はどんどんと長く、そして重たくなっていくのです。そしてもう一つ政府批判の種となろうとしているのが徴兵部隊の活用です。ロシアにおいては徴兵制度があり、ある程度の年齢になった人たちが兵役について訓練を積みます。しかし、その時の一つの原則の一つとして、戦争には投入しないといった約束があります。これはプーチン大統領も
徴兵された人たちは前線に送りにはしないと公言していることから、ロシア国民にとってもまだ兵役についている時期は安全だろうという思いがあるはずです。しかし今回はそのような建前の部分を完全に破壊する出来事が起こってしまいました。それがウクライナ軍によるクルスク州への進撃だったわけです。本来であればこのような戦線が打ち破られた場合においては、その穴を埋めるための予備戦力が存在し、速やかに迎撃態勢に入るというのが教科書的な対応です。ところが、ロシア本国においてはそうした、ウクライナ軍はこちらには来ないだろうという思い込みか、もしくはそのような希望的観測があったのか、予備戦力は不十分であり、足りない分を補うために国境警備隊を他から連れてきたり、民間軍事会社の兵士たちをかき集めたり、さらには徴兵されている人たちを部隊へとどんどんと詰め込んで前線送りにするといったことが現実に起こってしまったのです。そしてこれら徴兵された人たちの訓練度合いは低く、また戦闘するその心構えもなかったですから、実際に戦闘になれば多くの人が死傷し、また投降する人たちも多数発生しました。亡くなった人にしてもそうですし、捕虜になった人にしても、家族にしてみれば、なんで兵役についているだけの人たち、本来であれば前線送りにならない人たちが、ウクライナ軍と戦って死んだり、捕虜になっているんだと、政府に対する不満を持つことでしょう。現在のところ大きな動きにはなってはいませんが、こうした国に裏切られたという思いを抱いている人が増えれば増えるほど、これは政府批判の種が育つことになります。また、ロシアのゲラシモフ参謀総長は、事態はコントロールできるという話をしているわけですが、実際には一応念のためという話で、クルスク州にあるクルスク原発、その周辺における防衛ラインについて新たに設定し、工事に着手したそうです。具体的には建設重機などを用いた塹壕掘りです。塹壕は第一次世界大戦で砲撃戦が激しい時には広く使われた手法なわけですが、ロシアによるウクライナ侵略においても日常的に用いられています。非常に長大な戦線においてどこでも砲撃戦が激しく行われているので、歩兵が集める場所として塹壕は欠かせないものとなっているのです。ただ、塹壕を作るからには、そこはもはや農地としては使えなくなります。ある程度ウクライナ軍が進撃してくるだろうというのを予測して塹壕は掘るものですから、時間があれば塹壕の周りには竜の歯と呼ばれるコンクリートブロックを配置することにより、戦車や装甲車がなるべく近寄れないようにします。さらには余裕があればさらに戦車壕と呼ばれるような深い溝、そうしたものも作ってより厳重な防御陣地を作ります。ロシアの公式な発表としては、事態はコントロールできているというわけですから、ウクライナ軍が進撃することを想定した防御陣地を作るというのはちょっと言動としては不一致でしょう。クルスク州に集めた戦力が頼りないものであるからこそ、ウクライナ軍が進撃し、防御陣地が必要になるという判断が働いている。そう考える方が自然でしょう。ただ、ウクライナ軍の今日の動きを見るに、後先考えずがむしゃらにちょっとつ猛進といったような戦い方はしておらず、陣地が築かれているところについてはそもそも攻撃を仕掛けない可能性が出てきています。現在のところウクライナ軍は制圧している地域の中で守りやすい場所に陣地を構築し始めているわけですが、だからといってクルスク州にこだわる必要はありません。ここはあくまでもロシア領ですから、被害が増大する中で必死で守る必要はありません。自分たちが有利な状況で迎撃できる間は迎撃し、そのような条件が崩れる時にはさっさとその場を去ってしまうといったことができます。ある意味、彼らにとっては一番戦いやすい状況だとも言えるわけです。そして、ロシア軍の攻撃に伴って住民の避難した後の家屋が破壊されれば、ウクライナ軍が去った後には帰ることができなくなったロシア国民が残されるわけで、彼らが政府批判をしてくれるのをちょっと期待しましょう。また、ウクライナ軍を撃退するために多くの戦力をロシアが各戦線から引っ張ってくれば、それに伴って他の戦線での圧力は低下することでしょう。ですから、長期で戦っても短期で戦ってもどちらにもそれなりのメリットがあるというのが今回のクルスク州に対する攻撃でしょう。ただし、ここで問題なのは東部戦線における戦いでロシア軍がじりじりと前進していることもまた事実なので、そちらに対する
増援をどこで確保するかといったことが現在のウクライナ軍にとっては課題となっています。要はクルスク州での戦いはウクライナ軍にとって大きな戦力を損耗するような形にしてはならないという部分が課題としてはあるわけです。このような東部戦線とのバランスを見ながらの兵力の運用というのは非常に難しいわけですが、今後どうなるかについてはやはり継続的に見ていかなければなりません。何にしても国力比で言えばウクライナ1位に対してロシア10、差は非常に大きいわけですが、ウクライナは戦い続けています。ロシアに決して屈しないという抵抗の心があることもそうですし、また欧米からの軍事支援がこれを支えています。しかしその支援はロシアを撃退するにはもうちょっと足りない部分がありますから、私は日本にも軍事支援に一役買ってほしいと思っています。少なくともロシアは北方領土を占領し、日本に返す気配は全くありません。そうした意味で、ロシアの脅威というものは日本にとっても脅威であり、ロシアの国力が下がる、ロシアの軍事力が下がるといったことは、日本にとっても国益につながります。ウクライナを助けることが日本の国益につながるというのであれば、ウクライナに対する軍事支援は決して無駄な税金の使い方とは私には思えません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、これからも国際情勢についての話を聞いていってください。また、情報の整理整頓に役立ったなと思われた方はぜひとも他の方にこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットで投げ銭してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。